あ、サンコーワークスだ。国沢さんいらっしゃったらインタビューしちゃおうかな。ハイエースということでね、今日はネオチューンについて思うことを述べさせてください。ネオチューンってね、ショックアブソーバーを加工チューンアップするようなね、本当に効果が得られるのかいまいちわからなかったネオチューン、実際に試してみました。車はマツダのアクセラです。さあ、ではネオチューンです。この動画ではね、なんでネオチューンをやったかという話と得られた効果、それから、3年が経過したんで耐久性に関する部分、あと同じぐらいのね値段で買える格安車庫帳との比較みたいなものをねちょっと、で最後にこの車、今ねちょっとマツダの個性的な車乗っていますので、この車についてね述べさせてください。じゃあまずネオチューンからいきますね。ネオチューン、これなんでやってみたかというと、有名な評論家がね乗り心地よくなる、新車からすぐやっても劇的に車が変わるみたいな宣伝を見たんですね。いつも今でもおっしゃってまして、でそれをネットで調べたんですけれども、はっきりした効果はわからない、どんなものかもわからない、ちょっとうさんくささもある、さらにはね実際に体感している人の効果もよくわかんないといったものでした。で日本の特許を取得していますので、特許番号でねチッ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 って入れて検索すると、詳しい内容が出てきます。特許の内容全部出てきます。でそれ見て、あとはちょっと試してみようかということでねやっています。でこれね、車、マツダのアクセラです。この車でネオチューンしてまして、オーナーはねいつも撮影手伝ってくれるスタッフの所有している車です。でね、やってみて、まず結論から言いますと、得られた効果はダンパーが柔らかくなりました。バネに対して、動きやすいショックアブソーバーになりました。ただ意外とねここびっくりするところがあって、交換して直後はねパッツンパッツンだったんですね。このアクセラ元はすごい硬くて、もう動かないサスペンションっていう感じだったんですけれども、加工した直後もそういった感じでした。もう何も変わってないよみたいにね思っちゃいました。やっぱね、オーナーの言葉借りると、こんなもんだよねと、ちょっとねしょんぼりしょぼーんにも似ていったね意味のこんなもんだよねという感想でしたね。でびっくりしたのはそこからです。大体6ヶ月ぐらい経った時ですかね、ダンパーが柔らかくなってきました。柔らかくなって柔らかくなりましたね。で自分の好きなバランスでもあるスプリングに対してねダンパーが負けている状態が作り出せました。サスペンションってねスプリングとダンパーがメインの部品として、構成されていまして、スプリングでね乗り心地が決まってくるようにねちょっと思うところもあるんですけれども、ダンパーという部品でねスプリングの動きを抑制しています。動きにくくして、もしくは動いたものを止める役割をしているのがダンパーなんですね。でそのダンパーがスプリングを抑えすぎちゃう、動かせないすぎちゃうと乗り心地悪い、そういった車がね結構多いです。なのでね、そのダンパーが動いてくれるというのは乗り心地が良くなる傾向があります。でそれがね、市街地レベルですとか、60キロぐらい低速の時にね衝撃の柔らかさとして効いてきます。でそれやっぱり反面とくるところがありまして、ダンパー張っていた方がね速度を上げた時のフラット感ですとか、それからね、うねり、この先あるかな、路面のうねりなんかでねフワンフワンしにくい、安定して走れる、もしくはね伸びがも抑えられているというのはねダンパーが強い車の傾向があります。で今ね、この車やっぱり柔らかくて、リアサスペンション片側ずつね動いたりしているのが運転席にいてもはっきり伝わってきます。やっぱりこれはやった効果があるといった感じです。でこれをオーダーするときにねスペックをお願いできるんですね。この車はフロント固めのリア標準みたいな感じでお願いしています。でやっぱりそれがねリアの動きやすさ、動きの感じやすさということでね実際に機能していますから、すごいそこ良かったと思います。
であれですね、そのオーダーする時に新品のダンパーを買って加工してもらいました。っていうのもね、内容的に古くなったものをリフレッシュするメンテ、そういった内容とはちょっと違うと思うんですね。その古くなってシール材が抜けちゃってたり、オイルにじんできたようなものがね、復活するようなメンテではないと思っています。なのでね、料金的に7万円の加工料と純正ダンパー買って全部で10万円ぐらいかかっていますね。さあ、では続いてね、耐久性について。耐久性は、今3年が経過しています。で、特別ね、抜けちゃっているとかは感じないです。なのでね、なんてことないといった感じです。もちろん物なのでちょっとずつ劣化しているでしょうし、少しずつ柔らかくなっているのかなというのはね、想像できます。さあ、続きましては車庫帳との比較です。これと同じ頃に、CU 型アコード、2400cc があった時のアコードです。でこのアコードもね、やっぱり足ガチガチでもう本当に動かない車だったんですね。で、8万円台の格安車庫帳を買ってそっちはつけました。でその車庫帳がね、ヨーロッパからの輸入されてくるもので、それを扱っている業者から買ったんですね。でスペックはと言いますと、全長式の、フルタップ、それから減衰力調整機能付きで、いわゆるねフルスペックみたいな車庫帳でした。減衰力はね、伸びか縮みが独立してね調整できませんでしたけれども、本当それぐらいで、あとはねもう普通に立派な車庫帳でした。単刀式ですね、ごめんなさい、単刀式の車庫帳。それでですね、それと比べるとやっぱりね、自分が求める効果は一緒です。スプリングに対してバネダンパーを弱めにしたいということでね、それもダンパー弱めに調整すると思い通りの効果が得られました。それね、たまたま当たりだったかもしれませんし、今ちょっとねあるか分かんないし、そのブランドとかね品名も忘れちゃったんですけれども、オークションとかでね個人輸入されてる方とかいて、そこから買ったりできるのかな。でその車庫帳当たりで8万円台のつけてもらったら、多分ねプラス2万円ぐらいの工賃といったところで大体同じぐらいの価格だと思います。であれですね、同じような効果が得られて、かつ車高は一番上に上げれば純正の状態ぐらいまでね持ってこれますし、それからですね、減衰力がいつでも簡単に調整できる、このメリットがあります。例えばね、速度を上げる時ですとか、リアシートにねゲストをお迎えする時、重くなりますので、リアだけね減衰力カチカチカチで締めることとかねできますしね。あとね、とってもねブルジョワなんていうのかな、お偉いさんとかねお迎えするとしたら、柔らかくしてね丁寧な運転を心がけるとかね、その場その場でねできるのが車庫帳のメリットです。でその代わり、ネオ中のがいいなと思うのが安心感ですね。そういった車庫帳、例えば奥で買ってくるとしても、やっぱり不安残りますよね。日本の車に本当につくのかどうか、もし不良品引いちゃった時にどうするのかどうか、あと多分価格的にオーバーホールするようなものではなくて使い捨てでしょうけれども、何かあった時のね修理なんかも多分どうすることもできないのかな。そういった部分が車庫帳の一長一短ですかね。まとめますと、効果としてスプリングに対してバネ弱めで衝撃を優しくするということはどっちでもできます。ただ、安心感という面ですとか、そういうのを取るか、自己責任でね一か八かバーンとね車庫帳の安いのを買ってみるかというねどっちかになりますかね。さあ、そしたらね最後、このアクセラについてです。このアクセラね、マツダがフォードグループだった時の車です。でプラットフォームね、マツダが開発してボルボとかでね使われてたという話です。プラットフォームってあれです。車のね土台になる部分の設計デザイン、そういったもののね総称ですかね、そういったイメージです。で乗った感じですが、やっぱりねちょっとその当時もしくはねその前の世代とかのねボルボと似ているところがあります。かっちり感あってね、骨太っていった感じなんですよね。
でさらに、アクセルとかステアフィール、そういったあたりは、この当時のねマツダらしさが感じられます。これとこの次の BL 型アクセルまでかな。その時代のねマツダ車、スロットル特性がちょっとね敏感で、ハンドリングもね敏感なところがあって、でも落ち着いたパワーステらしい部分もあってみたいな感じです。でね、ミッション、この車は5速 AT なんですね。これマツダ内製の5速 AT とのことです。前期型はね愛信の4速 AT が使われていました。でこれがね結構ね無駄に変速しないのと、高速側、自分の思うより一段上を使ってくれるような感じでねゆったりしていて、かつねギアチェンジしっかりしてる感じ伝わってきますので、結構ねいいとこ取りみたいな感じあるんですね。これがもしというか今はもう 8AT 急速 AT が当たり前になってきてますけれども、その辺りだとね楽しみ、乗ってる感の強さみたいなところはねだんだん減ってくるのかなみたいなね感じがあります。ものとして進化すると、一長一短と言いますかね、ないものねだりになってきちゃいますね。であとはねそのエンジンルームなんかもね面白いところありますし、続きますね。エンジンルームです。エンジンルームね、普通の国産車とはねちょっと違うような見どころがありますのでね紹介させてください。まず左からいきますね。ストラットタワーです。ストラットタワーの上部は補強がねすごい厚い鉄板が入っていてね、欧州車みたいな補強がされています。でその下、これラジエーターのリザーバータンクです。でラジエーターのね上のキャップがなくて、圧力を制御する弁がねここで兼ねています。で、パワーステフルード、この車ね油圧のパワーステと電動のパワーステのコンビネーションみたいでね、両方で制御されているみたいです。でその下に見えるのがごっついねエンジンマウントです。これ普通のね、変身ゴムのような感じのエンジンマウントなのかな。すごいねかっちりした作り、見た目的にもねかっちりしています。で右側行っています。さあこのカメラの中心に見えるのが、エアのホースです。エアインテークです。で皆様これ何を冷やすためのエアインテークだと思います？自分これねエアインテーク、エアクリーナー、エンジンの吸う空気のホースだと思っていました。でもね違いました。これは後ろのバッテリーを冷やすためのエアインテークみたいです。ここからね前のグリルから空気を吸って、でここ中にバッテリーが入っているバッテリーボックスになっているんですね。この中にエアを導いているそうです。で実際のねエンジンから吸う空気はその下にホースが通っています。でここにねスロットルボディが見えて、これは電子制御のねモーターが制御する、パタパタ制御するタイプだと思います。でエンジンは、これ 2000cc の車なんですけれども、マツダの 2000cc だったと思います。であとトリビア的な部分で一つ、エンジンフードのインシュレーターなんですけれども、これ 2000cc のモデルにはね標準じゃついてないみたいです。でこの車は、2300cc のものを取ってきて、自分でねつけたような形になっています。では話戻ってネオチューン、最初はハマったというかこんなものかなって思ったんですが、その後は大きな変化を感じられました。以下経過と印象を30秒でまとめます。純正の新品ダンパーを購入しました。ネオチューンお願いしました。加工直後の印象はハマったよ。6ヶ月ぐらい経過した時に柔らかくなってきたのを体感しました。ソフトになって乗り心地改善。またカチャカチャ減ってボロさを感じにくくなりました。オーダー通りにバランス改変。リアサスの動きが感じられるようになりました。ハンドリングも唐突な部分が和らぎました。3年経過してスカスカと思うような抜けは感じられません。こんな感じでスプリングとダンパーのバランスを変えられました。で、問題はコスパでしょうか。例えば250万円の車で10万円のメンテだったとすると、価格比は 5% 未満。高いわけじゃないんですが、格安の車庫帳がある車種だったりすると悩ましいです。以下、一概に言えない点ですから、ニュアンスとしてお聞きくださいませ。車庫帳に限らず、減衰力調整付きのダンパーでしたら、
状況や気分に合わせて楽しめます。またネオチューン同様にスプリングに対してダンパーが弱い状況を作り出せます。バネレートが高くても純正形状より動きやすいことが多いでしょうから、スペック上はね、8キロとか10キロとか言っても硬さは感じにくいと思います。それでもネオチューンと同じぐらいに衝撃を弱める方向にセットしたら、高速域で分厚いちゃう可能性が考えられます。で、その分厚きを抑えようとバランスさせたら、ネオチューンより硬いセットになるのかなとも思います。あとはイメージですよね。車庫長に抵抗あるとか、ディーラーに持っていきにくいとか感じられる場合は、さりげないネオチューンが良さそうです。結果、格安車庫長がラインナップされてない車種ですとか、さりげなさでネオチューン、逆に楽しさに対するコスパで選べば車庫長。自分の中ではそんな結論になりました。では動画は以上です。私どもこれからも特徴を分かりやすく、車選びをもっと楽しく動画を上げてまいります。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。